今日は皆さんにマレーシアの多民族国家について話すで。Yo! What's going on 日本！リクエで。以前こちらの動画にはマレーシアはどんな国ですかっていう風に話したかと思うんやけど、その中でマレーシアっていう国は多民族国家っていう言葉がちょいちょい出てきます。日本では多民族国家っていう概念があんまりなくて、ちょいちょいよく聞かれます。というわけで今日は皆さんにマレーシアの多民族国家についてより詳しく話すで。マレーシアの人口の中ではよく5割ぐらいがマレー系で、そして2割が中華系で、そして1割が現地人と 8% ぐらいがインド系で、残りの1割が外国人ですね。マレー系と現地人というものを合わせてマレーシアではブミプトラっていう風に呼ばれています。そして中華系とインド系っていう風に3つの民族が大きく分けることができます。様々な民族があるおかげで様々な言語、宗教と様々な文化が混ざってあります。まず言語の面から見ていきましょう。マレーシアの公用語はマレー語やねんけど、第二言葉は英語で、そして中国語とタミル語が喋られております。この4つの言語どれぐらい普及されているかというと、まずニュースやねんけど4つの言葉のニュースがあります。そしてもちろん新聞も4つの言語で作られております。映画館で英語の映画を見た場合でもマレー語の字幕と中国語の字幕が書かれております。それだけじゃなくてマレーシアの食品だったり、マレーシアのカレンダーでもね、様々な言語で書かれております。英語、マレー語、中国語とタミル語が書かれております。メディアの面だけじゃなくて学校も様々な種類があります。もちろんいろんな民族が行く学校があるっていうのが当然やねんけど、それ以外にもね、9割ぐらいの生徒が中華系の学校、そしてその学校の名前も中華系の学校っていう風に名付けられております。そして9割ぐらいの生徒がインド系の学校、その名前もインド系の学校っていう風に名付けられたものもあります。これらの中華系の学校とインド系の学校はなんと国が認めた公立の学校でありまして、そしてキャリキュラムとシリバスもマレーシアのシリバスに基づいております。喋ってる言語だけが違いますね。中華系の学校は基本的には中国語とマレー語が使われております。そしてインド系の学校はタミル語とマレー語が使われております。続いては宗教の面からやねんけど、6割がイスラム教です。そして2割が仏教で、1割がキリスト教で、7-8% ぐらいがヒンズー教で、そして残りがその他の宗教があります。この様々な宗教があるおかげでマレーシアでは様々なお祝いがあります。そのお祝いの日には国の祝日になっております。例えばイスラム教がお祝いするラマダンだったり、ラマダン明けの祭りだったり、ヒンズー教がお祝いするリパバリーやタイプサム、キリスト教がお祝いするクリスマス、そして仏教がお祝いするヴェサデーっていう休みもあります。ペナントではこういった珍しい町があります。この町の中にはね、イスラム教のモスク、キリスト教の教会、仏教のお寺、そしてヒンズー教のお寺、全部歩ける範囲にあります。これは世界から見ても珍しいらしくて、世界文化遺産としても登録されております。面白いとこやろう。ぜひペナンへ観光してみてください。そして文化の面から見ると、様々な民族衣装、そして様々な食文化があります。このそれぞれの民族の文化をみんなで共有し合っておりますので、マレーシアはとても豊かな文化を持っている国だと私は感じました。いやー、どうでしたか皆さん。マレーシアの多民族国家について少し分かったんでしょうか。この多民族国家のおかげでね、外国人をとても受け入れやすい国になっているかなと私は思います。そのために日本人が移住したい国ナンバーワンになり続けているんではないかなと私は個人的に思います。マレーシアって意外と面白い国やろう。もしマレーシアについてもっと知りたいなと思ったら、ぜひこのチャンネルを登録お願いします。というわけで今日の話はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。